金物の町として発展を遂げてきた燕三条。職人が手作りする調理器具は熟練の料理人に愛されています。燕三条系ラーメンは珍しく職人向けのこってりとした味わい。少し北へ向かうと地元民に愛される弥彦温泉。古事記や日本書紀にも登場する由緒正しい場所であり、周囲にはここでしか食べられないグルメやお酒が並ぶ観光地。天照大神のひ孫が祀られる弥彦神社。広大な敷地には樹齢400年以上の大木が並び、絶滅危惧種の鶏も飼育されている。大阪から日帰りで新潟を全力で楽しむ一人旅。伊丹空港から飛行機に乗れば約1時間で新潟に到着する。空港から新潟市内までバスやタクシーで約20分と空港からのアクセスも良い。基本的に公共交通機関でのみ移動するつもりです。ですが新潟空港から新潟市内へのみタクシー移動をします。市内行きのバスが出た直後のためです。日帰りなので時間効率は大事。10時28分の新潟発の新幹線を逃すと次は11時25分と1時間損します。新潟空港から新潟駅までの距離は約 8.6km。 バスなら470円の運賃がタクシーだと3080円しました。新潟駅に到着。2024年に新しくなりました。2027年に周辺の広場まで工事して完成するようです。総工費は約1500億円と大阪行き並みの投資。燕三条行きの切符を購入し、上越新幹線に乗車します。なんと上越新幹線で東京からここまで約2時間で来れます。燕三条へはここから約12分。なお鈍行だと1時間ちょっとかかるのでタイパが悪いです。鈍行の運賃は770円と安価ですが、新幹線との差額の880円を支払うことで50分短縮できるようなら新幹線を利用します。雪景色に変わってきました。燕三条へ到着。新潟行きと同様、昔ながらの柵がない新幹線ホーム。1982年にできた駅だから仕方ないです。そして新幹線の本数も1時間に1本程度とまばら。あかん。めっちゃ吹雪いています。新潟県の中では比較的雪が少ないエリアだと聞いて油断していました。大阪から燕三条まで来てまだ11時前。燕三条は燕市と三条市の総称であり、日本有数の金属加工の町として知られています。積雪が多く歩行者はほとんど見られません。除雪用のスプリンクラーに引っかかり靴が濡れました。こんなんはなんや。包丁を買いに燕三条駅から徒歩5分の場所にある燕三条地場産業振興センターへ。ちょうど自宅の三徳包丁では刺身が切りにくくなってきたので柳葉包丁を借ります。ここには燕三条の金物が集まっており、現物を見ながら購入できます。スプーンなどのカトラリー類から金属製のとっくり、鍋類、炊飯釜など様々な金物が揃っています。特に包丁のラインナップが多く、東次郎、腰の一刀、燕三条、吉光刃物、忠房など様々なブランドの包丁が揃っています。価格も数千円から10万円を超えるものまで幅広い種類があります。手作りで仕上げる伝統的な鍛造技術と高品質な高炭素鋼を使用した上質な包丁です。一度だけ無料で包丁を研ぎ直してもらえるようです。今回は忠房の家庭用の柳葉包丁を購入しました。燕三条地場産業振興センターを出発し、徒歩5分ぐらいのところにある有名なラーメン店、有華亭を訪問。
2006年に開業した燕三条系背脂醤油ラーメンであり、煮干しだしの醤油スープに極太の平打ち麺を合わせ、無料で背脂のトッピングができます。玉ねぎトッピングと岩のりトッピングがあり、現地の方は主に玉ねぎトッピングをするようです。岩のりトッピングした岩のり中華そばを注文しました。テーブル席が4択とカウンター席が5席の小さな落ち着いた雰囲気です。店主がちゃっちゃと麺の水切りをしてラーメンが出てきました。煮干しの出汁が香り高く程よく甘口の醤油に極太の縮れ麺が程よく絡んでとてもうまいです。煮干しだしと岩のりの相性も抜群で、あっさりながらもパンチが効いてスルスルと完食してしまいました。さて、弥彦温泉へ行って日帰り温泉に入ります。燕三条駅から北へ向かう弥彦線に乗って向かいます。目印は赤い鳥居。弥彦温泉には日本一大きな鳥居を持つ弥彦神社があり、そのミニチュアが燕三条駅に飾られています。鳥居をくぐって駅のホームを探していると、燕三条ウィングという観光物産センターを発展しました。燕三条の金物を販売しており、燕三条地場産業振興センターと比べ品種は少ないものの、包丁なども購入できます。再びホームを探して歩き始めましたが、何かがない気がする。そうだ、改札がないです。このまま乗車するとめんどくさいことになりそうなので、必死に改札らしきものを探すと IC タッチできる場所を発見しました。燕三条の弥彦線のホームは開業した1916年当時の面影を残すレトロな感じ。ワンマン列車が到着。たくさんの方が電車の写真を撮影しておられました。ここから最寄りの弥彦駅まで約26分。弥彦山に向かって白銀の線路を進んでいきます。弥彦駅に到着。帰りの電車を待っている方々と綺麗な列車にワクワクしてきました。弥彦駅は1916年に開業した古い駅ですが、1981年に弥彦神社を模した列車に改築され、朱塗りの壁や瓦屋根が美しいです。周囲は京都の嵐山駅や福岡の太宰府駅のような雰囲気で、駅に着いた方々の撮影スポットになっていました。これから日帰り温泉できる宿、施設で入浴して弥彦神社を参拝します。弥彦村は古くから越後の国、一宮、弥彦神社の門前町として栄えていましたが、当時は温泉地ではありませんでした。1960年代になって温泉掘削が開始され、ナトリウム、カルシウム、塩化物温泉の美肌の湯が湧いてきました。現在は地元民の参拝場所兼温泉地として賑わいを見せ、温泉街にはおもてなし広場や弥彦山ロープウェイなどの観光地もできています。観光案内所に訪問し、日帰り温泉させてくれる宿、施設を伺います。一番人気は桜の湯だそうですが、観光案内所から約 3km 離れているため、徒歩での訪問は難しい。貸し切り風呂があり、駅地下の桜屋で入浴することにしました。源泉、湯の神神社温泉を使用しており、タオル付きで1000円の入湯料。弥彦神社外苑である弥彦公園の湯神社参道に湧いていることからこの名前が付けられました。1000年ほど前、近辺に住む漁師が傷つけた山鳥を追って湯の湧く池を発見。池では鳥獣たちが湯がみしており、漁師も湯に入ってみるとたちまち疲れが取れたそうです。しばらく使っていると疲れが体から染み出していくような感覚を覚えました。上がった時には活力がみなぎるいいお湯でした。米が有名な新潟ですが、枝豆も有名。日本全国物産展でグランプリを受賞した白パンダ焼き弥彦娘。体が元気になると小腹が空いてきました。
先ほど観光案内所で食事を提供しているおもてなし広場があると伺いました。弥彦神社へ行く前に小腹を埋めようと訪問しました。2018年にオープンした観光スポットで無料の足湯や食事処、物産展が集まった複合施設です。弥彦名物イカメンチや姉妹都市である金寺町から学んだ讃岐うどんを組み合わせた背脂うどんなどをいただくことができます。背脂うどんもうまそうですが、小腹を埋めたかったのでイカメンチをいただくことにします。イカメンチは青森の津軽地方の家庭料理として有名ですが、ソースも弥彦村で作られた醤油が使用されています。これがメンチカツをあっさりさせて、ペロリと平らげおかわりが欲しくなります。弥彦村のイカメンチには新潟名物の枝豆が入っています。あいにくとスケジュールが詰まっていますが、物産展を訪問。弥彦村で生産された醤油、弥彦醤油も販売されていました。弥彦米もあり、これはふるさと納税で見たことがあります。農薬、化学肥料不使用のお米です。新潟名物を見ていると漬物のラインナップが多い。米どころだから米ぬかがたくさん出るのと冷涼な気候だからかな。続けて弥彦村の素材を使用したビールを作るクラフトビール醸造所を訪問します。地元の老舗酒販店弥彦商店は2019年に弥彦村の良さを伝えたいという思いからオープンしました。弥彦米を使用した弥彦エールや枝豆を使用したビールなどを提供しています。日本や海外のビアカップでも高い評価を受けています。店内にはタップルームも併設されており、出来たてのビールをその場でいただけるほか、缶ビールとして持ち帰ることもできます。レジで弥彦エールを注文し、軒先のスペースでいただきました。苦味の少ないフルーティーな香りとフレッシュな飲み口でうまい。弥彦エールがとても美味しかったので、桃のフレーバーのビールも注文しました。IPA だったので苦味もありながら桃の甘い香りも漂ってとてもうまいです。イカメンチも販売しており、ビールのお供にいただきました。個人的にはこちらの方が旨味が強く弾力があるため好みです。2階には日本酒のテイスティングルームも併設されており、新潟県産の珍しい日本酒もいただけます。小さな階段を上がると屋根裏の隠れ家的な雰囲気。腰の完売や六郎寺など新潟の名酒の説明を伺っていると、村湯、亀口鶏というワードが聞こえてきました。村湯は生産量が少なく、酒蔵の社長が信頼する酒屋にしか卸していません。味が非常にいいことから日本酒好きの間でも知る人ぞ知る名酒です。新潟の日本酒の王道、淡麗辛口の逆をいく甘くてフルーティーな味わい。亀口鶏は新潟県民の間でも取り合いになるほど人気です。お酒を飲んでいたら帰りの電車まで35分しかない。急いで弥彦神社へ向かいます。到着しましたが、日本一大きな鳥居が見当たりません。どうやらここから約 2km 離れた場所にある模様です。弥彦神社は越後の国の総鎮守として信仰を集める格式高い神社。古事記や日本書紀にも登場するようです。本殿と境内には樹齢400年を超える杉の並木道があり、厳かさと歴史を感じます。御祭神は天の角屋の命という天照の大神のひ孫らしい開運約定、五穀豊穣、家内安全などのご利益があるらしいが、県外の経営者などからはもっぱら商売で繁盛の神として人気です。私は家内安全を願って本殿でお参りします。お賽銭は5円でか一番効果があると思っています。お参りを終えて参道を戻っていると赤い筒状の物体を発見。日本初の石油蒸留装置だそうです。1884年に作られ、日本石油加工から奉納された釜で、日本に2基しか現存していないとのことです。
参道を歩いていると相撲場を発見。土俵は雪まみれになっていますが、毎年9月に新潟在外の力士が集まる弥彦山相撲大会や奉納相撲などのイベントが行われています。もともと弥彦神社の主催神である天の神山の命が武道の神様であることから建設されました。コケコッコーという鶏の鳴き声が聞こえてきました。天然記念物の鶏を飼育している鶏舎を発見。天照の大神が天の岩戸に引きこもった際、ヤタガラスと共に鶏が鳴いて出るきっかけを作ったとのことで、鶏と弥彦神社の関係は深いです。鶏舎の他に鹿も飼育されており、子供たちは楽しそうに観察していました。15時11分の電車に乗らないと本日中に自宅へ帰れなくなります。弥彦神社から弥彦駅まで徒歩12分、ギリギリである。日本酒の4号便を2本担ぎながら弥彦駅に走りましたが、なんとか間に合いました。行きとは異なり、燕三条経由ではなく、吉田という駅を経由して新潟駅へ向かいます。夕方は上越新幹線の本数が2時間に1本程度と少なく、タイミングよく乗車するのが難しいです。約1時間かけて新潟駅へ到着。これからピアバンダイを訪れ、米、味噌、醤油など家庭で使用するものを購入します。スーツケースの中には燕三条地場産業振興センターで購入した柳葉号帳と日本酒2本のみ、飛行機の機内預けは20キロまで無料なので、スーツケース自体の重さを足しても大丈夫なはずです。そんなことを考えながらときめっせを目標に、徒歩でピアバンダイへ向かいました。ピアバンダイに到着。17時37分にピアバンダイ近くのバス停から新潟空港へ向かわねばならないので時間がありません。新潟県産のいちご姫がたくさん並んでいます。日本一柔らかいいちごだそうで、妻がうまいと言っていました。新潟産の原料にこだわって作った無添加の醤油、郷土の実り、いちご一味噌の無添加丸搾り白味噌。地元の方はコシヒカリよりもコシイブキの方が好きな方も多いらしい。新潟県オリジナルの品種で県外では希少なので購入します。230円で購入可能な柿ティーも購入。佐渡弁慶は相変わらず人気ですぐには入れません。港食堂も混んでいる。晩ご飯は諦めて帰宅します。ちょっと残念ですが、万国橋のバス停へ向かいます。ここから新潟空港のバスに乗れば約20分で着きます。無事にバスに乗車できました。この後18時50分発の飛行機に乗って大阪へ帰宅します。大阪から日帰りで新潟旅行しましたが、十分に楽しめました。現地の滞在時間は9時47分から17時37分と約8時間もあり、燕三条、弥彦、新潟市を観光できました。石川や京都の舞鶴などへ日帰り旅行する方は、関西の方の場合多いですけれども、大阪から新潟への日帰り旅行は聞いたことがなかったです。冬場ということもあり、完全なる雪国で大阪民からすると非日常を体験できるいい旅行となりました。大阪からだけではなく、京都や兵庫、奈良などでも同様のルートで日帰り旅行できると思います。ぜひ新潟日帰り旅行してみてください。